法人営業部のスタイリスト兼デザイナーの柏木かな子と申します。よろしくお願いします。お願いします。今回は住む方のライフスタイルに合わせた家具のレイアウト術みたいなところをお伝えできればなと思ってます。具体的にはこの同じ場所で同じ家具を使って住む方の生活スタイルに合わせていくっていうような家具の買い方をやっていきたいなと思ってます。ここは、リノベーション会社のリノベルさんのコンセプトルームになってまして、今回そこをちょっと利用させてもらって、こういう企画をちょっとやらせていただいてます。今回3パターンちょっとやってみようかと思ってます。柏木さんのスタイリング術というか、テクニックをまた教えていただけるということで、頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ポイントになる家具が3つありまして、1つ目はこのプレイグラウンドというデンマークのアイラーセンというブランドのソファーになります。で、特徴はこのクッション、背クッションですね。バッククッションをいろんな配置にしながら座っていただく方の角度に寄り添っていくような家具になっているのと、アームが肘掛けですねがついてない家具になるので、レイアウト変えるっていう部分にはすごくもってこいのソファーになってます。もう一つはこのテレビのスタンドのポロックという商品になってます。こちらはよくあるテレビボードで四角い箱の上にテレビを置くタイプのものではなくて、スタンド型のタイプになってますので、配置をいろいろ変えられるようなフレキシブルな家具になってます。で、3つ目はストリングという、これもデンマークのブランドの家具になるんですけれども、こちらのシェルフは両面使いができるものになっていますので、今壁付けで置いてるんですけれども、部屋の真ん中に置いて間仕切り用のような使い方もできるようなシェルフになってます。この3つのポイントになる家具を使いながら大きく模様替えをしていきたいと思ってます。1つ目のレイアウトに関しては、リビングダイニングに入ってきた時にソファーがダイニングと間仕切るような形でお部屋の真ん中に置いてあるような配置になってます。で、この配置のポイントになるのが、リビングで結構しっかりお時間過ごされるような暮らし方の方におすすめです。で、先ほど申し上げたこのソファーの特徴である背クッションの位置を変えることによって、お一人はテレビを見ながら時間を過ごす。で、お一人はこういう形でこちら側のシェルフに向いて、時間を過ごす。例えばこういうふうに読書をしたりとか、ちょっと趣味の時間を過ごしたりとかっていう同じリビングの空間にいながら別のことをしていてもふんわりお互いの空気感を感じられるようなレイアウトになってます。家具の位置によって、人の向きっていうのが変わってくるので、それで時間の過ごし方っていうのを緩やかに仕切ることができます。ソファーをお部屋の真ん中に置くと部屋がちょっと圧迫感が出てしまうんじゃないかってご心配される方も多いと思うんですけれども、この先ほど言ったプレイグラウンドっていうのが、アームがない分高さが結構フラットに見えるソファーになりますので、お部屋の真ん中に大きなソファーを置いても圧迫感をあまり出さずに使っていただけるっていう特徴もあります。一人掛けのアームチェアをこの壁面に沿わせて、さっき言ったこっち側に座ってる人とこっちに座ることで、ここでまた一つの空間が取り入れられるっていうところが特徴かなと思います。こういう形にして、これでご家族でテレビを楽しむっていうこともできますし、アームチェアを少しソファー側に向けてリビングのここでお話だったりとか会話を楽しむっていうこともできます。で、もう一つはこっち側に向けることでダイニングに座ってる方とちょっとお話ししたりとか少し会話したりとかっていうようなこともできるようなソファーになってるので、真ん中にソファーがあると別々のことをしながらも家族の会話が弾むような空間になるかなと思います。次のコンセプトはダイニングを結構しっかり仕切るようなプランにしてます。早速次のレイアウト、よろしくお願いします。はい、
こちらのコンセプトは、このシェルフの使い方が結構ポイントで、ダイニングのテーブルに垂直にシェルフを入れていることによって、リビングがかなり広く取れるレイアウトになってます。ソファーの前の空間がかなり広いので、小さいお子様がいらっしゃるようなご家族にもおすすめのレイアウトになります。結構ここの前でまだハイハイしてるお子様とかが結構過ごせるような広い空間をとってるので、テレビボードが四角い箱のタイプだとこういうレイアウトってできないんですけれども、こういう角の部分にテレビを持ってくることで、ダイニングからもあとリビングからも見れるような配置にしてます。これは本当にこのスタンド型のテレビボードの特徴かなというふうに思います。この両面使いのシェルフになるんですけれども、ダイニング側から見ても背面が非常に綺麗なので、例えばダイニングで使うようなアイテムを収納するような場所として使っていただくこともできます。次のレイアウトはリビングダイニングを一体化させるようなレイアウトにしているので、ぜひ次もお楽しみください。これ3つ目ですかね。はい。今回はこの入ってきた動線とダイニングとリビングの間に全く家具を置いてないプランになりますので、広い横長のリビングダイニングとかの宅はかなり広く空間使えるかなと思います。まず1つ目のポイントは、今回テレビをこの両方の空間をシームレスに使うっていうところで部屋の真ん中に置いてます。こういうことができるのも、このスタンド型のいいところではあるんですけれども、ダイニングをソファに平行な置き方ですねにしてしまうと、テレビに背を向けるような着座の方っていうのが出てくるので、あえてこういうふうにソファに垂直に置くことで、ダイニングに座った方がしっかりテレビにアクセスできるような配置にしてます。で、リビングの方に関しても背をこちらの壁面に向けることで、座った時にダイニングまでの広がりをしっかりつかめるような置き方にしているのと、先ほどのダイニングと同じく、ここに座った時にどこの位置に座ってもテレビが見れるような空間になっているので、映画が好きな方でしたりとか、テレビがご家族の中心にあるようなお宅には大変おすすめのレイアウトになります。お子様が少し成長した幼稚園とか小学生になっても結構リビングを大きく使えるっていうところはメリットかなというふうに思います。暮らし方とかそのご家族のライフステージっていうのも変わっていくと思うので、それに合わせて今これ全く同じ家具を使ってるんですけれども、これだけの使い方っていうのができるので、ご入居された時に、同じ家具の配置ではなくてフレキシブルにその生活に合わせて変えていただくのがいいかなと思います。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ポイントは、家族の居場所がその部屋の中でどこが多いかみたいなところを中心に家具の配置を考えていただくのがいいかなと思います。それが一番ストレスなく暮らしていただけるポイントかなと思うので、キッチンに立ってる時間が長いとか、どっちかというとリビングダイニングに集まることが多いみたいなところを中心に配置を考えていただくと心地よい暮らしができるかなと思います。もし、レイアウトとか、あと、全体的なお部屋のスタイリングとかで何かこういうこと知りたいとかっていうのがあれば、ぜひコメント欄でコメントいただけると嬉しいです。じゃあ以上、柏木がお送りしました。ありがとうございます。